様こんにちは。今回は2024年の1月に発売されたばかりの 4K 超高画質800万画素で撮影可能で、ソニーの最新センサーを搭載した昼も夜も超綺麗に撮影できる全5ドラレコを手に入れましたのでレビューしていこうと思います。ドラレコ買って皆さんが思うことはやはり撮影した映像の画質かなと思います。本当ドラレコって安いものから高いものまで無限にあるんですが、やはりある程度画質が良くないと肝心なナンバープレートが全部映ってなくて犯人見つからないこと正直多いです。僕の場合1年間に3回当て逃げされたことがあって、その時にナンバーの一部しか映ってなかったせいで結局当て逃げした犯人見つからず自腹で10万円ぐらい負担して修理したことあるんですが、ナンバーが全部映ってた当て逃げに関しては警察行って映像を見せた翌日に速攻で犯人が見つかりました。ただですね、もしナンバーの一部数字だけしか映ってないとかであれば、警察って人身事故以外は正直全然動いてくれません。これ実体験なんですが、2、3日捜査して警察から電話があってまだ見つかりませんねみたいなこと言われて、それで終わりです。その後何の連絡もなかったです。なのでナンバーに書かれている地名や数字などの情報すべて車種や色が綺麗に映ってさえいればすぐに犯人は見つかるので、昼でも夜でも綺麗に撮影できることが大事になります。そこで今回レビューするドラレコがこちら、セブンティーマイの 4K ドライブレコーダー。こちらのセブンティーマイですが、まだ創業7年と新しいメーカーなんですが、ヨーロッパや北米など海外でめちゃくちゃ売れてて、年間150万台以上のドラレコを販売しているメーカーになりますね。届いた箱はこんな感じ。結構高級感ある感じですね。 Amazon に売ってる激安ドラレコにはついていない技的マークもちゃんとついてますので、こちらのドラレコは日本の電波法や関連する法規に適合しているので、日本でも安心して使用できるようになっています。箱の中身がこんな感じ。こちらがドラレコ本体。カメラが回転できるようになっててスクリーンもついてます。こちらがリアカメラ。持った感じめちゃくちゃ小さくて軽く、カメラの角度も調整可能なので、リアカメラによくある窓の黒い線を避けて撮影できますね。こちらはシガーソケットに挿して電源を取るやつですね。次に内張り剥がし。これを使ってドラレコのケーブルの配線します。あとはフロントウィンドウに貼り付けるドラレコのベースとなるパーツと電源ケーブルとリアカメラと接続する結構長めのケーブルが入っています。また取り付け方や使い方などが書いている取扱説明書やリアガラスに貼り付けるステッカーも入ってますね。それでは今から実際に車に取り付けてみて、果たして 4K800 万画素の映像がどれだけ綺麗なのか、ソニーの最新のセンサーで夜も綺麗に撮れるのか検証します。まずは車への前後ドラレコの取り付け方ですが、フロントとリアにカメラを貼り付けるだけですね。まずは貼り付ける位置を決めたら、カメラを貼り付ける前に窓をガラスクリーナーとかで綺麗に拭いてから、付属のこの透明のシート、こちらをガラスに貼り付けます。これはスマホの保護フィルム的な感じで、このシートをガラスに貼ってその上からカメラ本体を貼り付ける感じです。リアカメラの貼り付けが終わったら、あとはフロントも同じように保護フィルムを貼ってからカメラを上から貼り付けるだけですね。僕の場合ですね、ちょっといろいろつけすぎてるんで、ここにしかちょっと貼れなかったんで今回こっちにしたんですけど、見てわかるようにケーブルが右に出てるので、ここに貼らずに反対側この辺にカメラを貼るとちょうどケーブルをこう隠せるので、こっちに貼った方がいいと思います。電源は USB-C で取るタイプで、シガーソケットから電源取ってもいいですし、もしエンジンを切って車を駐車している時も引き続き撮影をしたい場合は別売りでこういった駐車監視機能の電源ケーブルが売ってるので、それを使えば駐車中も車の内蔵バッテリーから電源を取って24時間の撮影が可能になります。駐車監視ケーブルを使って電源を取る場合は、SWIFT の場合だとグローブボックスを開けたところにヒューズボックスがあるので、そこに接続してもらって電源を取る感じです。あとは配線なんですが、今説明すると無駄に動画が長くなりすぎるので、前にドラレコの配線する動画だけ作ってあるのでそれ見てください。なので今回は簡単に説明すると、まずはフロントカメラから出た電源ケーブルは天井の隙間に入れ込んで、横のピラーこれ外れるようになっているので、それ外して中に通して足元まで持っていき電源と接続。リアカメラとの配線はフロントカメラに接続したリア用ケーブルを先ほどと同じように天井の隙間を通して後ろまで持っていってリアカメラと接続するだけですね。ただ DIY やったことない人だとちょっとヒューズ電源の取り方とかやり方わからんし工具もないので、プロにやってもらいたいって方は最近よく話題でニュースになってるアディカっていう中古車販売の会社とサービスの提携を組んだ出張整備サービスをやっているセイビーという結構新しい会社のサービスなんですが、そのセイビーに出張ドラレコ取り付けをお願いすると、合格率 20% ぐらいの厳しい審査に通過したプロの整備士が家や職場まで来てくれて、家の前や会社の駐車場またはパー
キングでドラレコを取り付けてくれるので、オートバックス行ってそこで取り付けが終わるまで3時間ぐらい待つのがだるい人は出張取り付けだいぶおすすめですね。前後ドラレコ取り付けでもオートバックスと同じぐらいの料金で間違いない整備のプロが家まで来てくれて、取り付けが終わったらピンポンもしくは電話してくれるのでめちゃくちゃ便利です。日本であればほぼほぼ全国カバーしているので忖度なしにおすすめですね。それでは取り付けも終わりましたので、実際に 4K800 万画素とソニーの最新センサーを搭載した最新のドラレコがどれくらい綺麗なのか、前のドラレコと比較して検証します。まずは右の走行こちらがフロントカメラ、こちらがリアカメラ、これが前使ってた200万画素の映像、これが800万画素 4K。 明らかに映像は 4K の優勝かなと思います。体感で言うと GoPro の 4K ぐらい綺麗に撮影できてるかなと思います。ただリアカメラに関してはお気づきの方いるかもですが、リアカメラは 4KHDR ではなくてリアは 1080p の HDR なので、フロントの 4K に比べると画質は落ちますが、それでも十分に後ろの車のナンバー見えていると思います。ちょっと見えすぎているのでモザイク処理していますが、ここまで綺麗に撮影可能です。それでは次にトンネルなど明るいところから暗いところに入って、その逆の場合の映像をお見せします。昔のドラレコならそういう暗いところから明るいところに出た瞬間によく白飛びして1秒ぐらい何も見えない状態があったんですが、果たして今回のドラレコはそこのところどうなのか検証します。まずはフロント、こちらがリア、フロントもリアも HDR という技術で、昔のドラレコなら暗すぎたり白飛びしてしまうような状況でも綺麗に撮影できるようになっているので、こんな感じで綺麗に映ります。切り替わる瞬間のラグとか全然ないのが見えたかと思います。次にトンネルの中の映像がこちら、肉眼で見るよりも明るく映ってます。これはソニーの最新センサーのスタービス2が搭載されているおかげでここまで綺麗に撮影できています。今売ってるほとんどのドラレコの多くは前のモデルのスタービス1が搭載されてますが、今回のモデルは最新のスタービス2搭載なので、スタービス1と比較しても暗いところの撮影能力が上がっていて、夜に撮影すると乗りやすいザラザラしたノイズも減ってさらに綺麗に撮影できるようになりました。それではそれを踏まえて夜の映像を見ていきたいと思います。こちらがフロント、こちらがリア、フロントの映像めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ナンバープレート余裕で全部見えますね。ほんと GoPro レベルの 4K 撮影できるので、旅行の動画とかサーキット走った時の車載映像を撮影するとかも余裕でできると思いますね。リアに関しては 4K ではないので、先ほどのフロントと比較すると画質は落ちますが、 HDR 機能のおかげで肝心なナンバープレートは全く問題なく綺麗に撮影できています。次にエンジン切った後の駐車監視機能についてですが、こちらのドラレコまさかの AI 搭載で、人が近づいてくると AI が車とその人との距離を計算して、その人が車に近づいてきてるなと判断されると自動的に録画が始まります。それ以外の時は15分の映像を1分に短縮するタイムラプス録画に対応しているので、 SD カードのデータを節約できてより長く録画できるようになってます。録画したデータはマイクロ SD に保存され、パソコンで開いてみるとこんな感じで録画されたデータを一覧で見ることができます。ただ今の時代パソコン持ってない人も意外と多いと思うので、スマホのアプリで撮影したデータとか見れるようにもなっています。70前のアプリは Android でも iPhone でも簡単にダウンロードできて、撮影した映像には日付と時間、位置情報が記録されているので、事故した時の証拠として使えますね。衝突時に止まってたとか、スピード出しすぎてたとか、ドラレコの映像を見てから過失割合変わったとかあるので、そこめっちゃ大事です。またアプリを使えばスマホの画面をこんな感じでリアルタイムの映像を表示するモニター代わりに使うこともできたり、ドラレコの各種設定もアプリでできます。こちらの本体についているボタンでも設定できますが、アプリでやった方が正直簡単で早かったので、アプリダウンロードして使うといいと思います。またドラレコを買うと別で買う必要がある SD カードは本体についてくるので、別で買う必要もないのも安心ですね。結構ドラレコと SD カードの相性問題があって、メーカー純正以外の SD カードを使ってるとドラレコがフリーズするとかも昔使ってたものではあったので、メーカー純正の SD がついてくるので安心して使えるかなと思います。これまでの話をまとめると、2024年1月に発売されたばかりの最新の 4K 前後ドラレコ、HDR 機能とソニーの最新のセンサー、
スターベス2搭載のおかげでこれまでのドラレコの弱点である夜も綺麗に撮影できて AI を搭載しているので、車から離れている時に怪しい人が近づいてきたら自動的に撮影を開始してくれて、メーカー純正の SD カードも付属するので相性問題を気にすることがない最新の前後ドラレコですね。ほんと過去に当て逃げされまくったからこそ言えますが、ドラレコは絶対に必要ですし、駐車監視機能もあった方がいいです。映ってなければドラレコの意味ないので、僕みたいにドラレコの相性が悪くて肝心な瞬間の映像が撮影できてなくて自腹で10万円払うみたいなことにはならないでほしいですね。あとはこれだけ言われてるのにまだ煽り運転とかしてくる人もいるので、フロントカメラだけのドラレコではなく、今回のような前後にカメラがついたものを自衛のためにも買った方がいいです。今回紹介した70マイのドラレコは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先から他の人のレビューを読んでもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルでは鈴木のスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でオフ会とか2月に淡路島か関西近郊ツーリングを予定しているので、ぜひ定期的にツーリングとかカート、サーキット走行会とか楽しめるイベント企画しますので、メンバーシップの詳細も合わせてぜひ読んでもらえたらと思います。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。